お産の後、退院してからの生活。皆さんはどんな毎日になるか想像したことはありますか？なんとなくイメージしている方もいれば、まだあまり考えたことがない方もいるかもしれませんね。今日は産後の生活を一緒に思い浮かべてみましょう。どうでしょうか？少しイメージできましたか？当院で出産されたお母さんたちにアンケートを取ると、なんとなくは考えていたけれど、思っていたのと全然違った。振り返ると、あまり具体的に考えられていなかった。という声がたくさんありました。Kさん夫さんからは、赤ちゃんのお世話はイメージ通りだったけれど、上の子の対応が思った以上に大変だった。上の子の反応が予想と違って戸惑った。手伝って欲しかったけれど、うまくお願いできなかった。という声もありました。今日は産後の生活を今よりも少し具体的に思い描いてみましょう。そして、どうしたら家族と一緒に無理なく育児ができるかを考えるきっかけにしてもらえたら嬉しいです。最近はパートナーが育児休業を取れるご家庭も増えています。せっかくのお休みです。ただ時間が過ぎるだけではもったいないですよね。赤ちゃんとの時間も夫婦で協力する時間もとても貴重な時間です。ぜひ有効に使っていきましょう。それでは産後の生活の見える化をやってみましょう。今日はあるご夫婦を例に考えてみます。子供はいない共働きの記念産ご夫婦に赤ちゃんが生まれます。奥さんのご両親は長野県に住んでいて、高齢なためあまり頼れません。ご主人のご両親は埼玉県に住んでいて、すぐには来られません。このご夫婦の生活はどうなると思いますか？一緒に考えてみましょう。この記入用紙はホームページから印刷できます。紙で欲しい方は産婦人科外来で声をかけてくださいね。この動画を見終わった後、ぜひご家族で一緒にやってみてください。まずは記念産ご夫婦の赤ちゃんが生まれる前の生活を書いてみました。きっとよくあるご夫婦の毎日ですよね。ではここから産後の生活をイメージしていきましょう。このスライドだと少し見えにくいですね。赤く囲んでいる部分を少し大きくしてみますね。少し見やすくなりましたか？ではここからご夫婦の生活に赤ちゃんの生活も重ねてみましょう。赤ちゃんのラインを見てください。グレーの部分は授乳の時間です。ブルーの部分は赤ちゃんがぐずぐずしたり泣いていることが多い時間です。この時は抱っこをしてあやしています。もちろんすべての赤ちゃんがこの通りではありません。今日はわかりやすいように実際に入院中の赤ちゃんのある一日を例にしています。一日の中でよく泣く時間帯があったりします。ずっと抱っこしている日もあります。泣いていなくても布団に下ろすと泣いてしまうこともあります。抱っこしたまま部屋の中を歩き回らないと落ち着かない日もあります。そんな日は正直他の家事はできません。でも帰ってきたパートナーに家の様子を見て全部わかってほしいと思いますよね。その気持ちとても自然です。けれど実はそれは少し難しいこともあります。だからこそ今日はこんな一日だったよ、これを手伝ってほしいな。と具体的に伝えてみましょう。何をしたらいいかわかるとパートナーも動きやすくなります。そもそもここには家事をざっくり書いていますが、一つの家事でも書かれていないでやっていることって結構ありますよね。名もなき家事って知っていますか？次にグレーの授乳のところを見てみましょう。よく見ると家事と重なっている時間がありますね。授乳をしながら同時に家事をするのは難しいですよね。ではどうしたら二人で育児と家事をうまく回せるでしょうか？ここには家事をざっくり書いていますが、実は一つの家事の中にも細かい作業がたくさんあります。
書いていないけれど、毎日やっていることありますよね。名もなき家事という言葉を聞いたことはありますか？名もなき家事って何？と思った方もいるかもしれませんね。このスライドに書いてある。食事作りや洗濯。言葉にすると一言ですが、実はその中にたくさんの作業が含まれています。気づかないうちに毎日やっている細かいこと。それを名もなき家事と呼びます。では、ゴミ捨てで考えてみましょう。まず、家中のゴミ箱からゴミを集めます。ゴミ箱は一つではないですよね。次に分別をします。住んでいる地域によって分け方が違いますし、これは何ゴミと迷うこともあります。きちんと分けないと持って行ってもらえないこともあります。そして、決まった曜日に決まった時間までに出します。ここまでやって、やっとゴミ捨てです。こうしてみると、一つの家事にもたくさんの工程がありますよね。ゴミ捨てだけではありません。どの家事にも名前のついていない作業がたくさんあります。それが名もなき家事です。すでに普段からパートナーと分担できている方もいるでしょう。あまり意識したことがなかったという方もいるかもしれません。赤ちゃんが生まれた後、どんな作業が増えるでしょうか。そして、どれを誰が担当すると生活しやすいでしょうか。ぜひ、パートナーと一緒に考えてみてください。仕事にはお休みがあります。家事も、今日はやめておこうと明日に回すことができます。でも、育児にはお休みがありません。家事と育児を二人で回していくには、これはあなたの担当。ときっちり決めるよりも、その時余裕がある方がやる。そんなやり方の方がうまくいくこともあります。今日は自分がやる日。今日は二人でやる日。今日はパートナーにお願いする日。そして、もしかしたら何もできない日もあるかもしれません。それでも大丈夫です。赤ちゃんの授乳には個人差があります。一日に何回飲むのか。一回どのくらいの時間かかるのか。毎日少しずつ変わります。でも退院してしばらくすると。午前中はこんな感じ。夕方はよく泣くな。というように少しずつリズムが見えてきます。一度決めたやり方をずっと続けるというよりは、赤ちゃんの様子に合わせて家事の時間や分担を少しずつ調整していく。そんなイメージでいてください。授乳と家事はどうしても重なります。その時にどうしよう。私が何とかしなきゃと一人で抱えなくて大丈夫です。周りの人と一緒に考える。一緒にやりくりする。それが産後を乗り切るコツです。買い物にも行きたいですよね。では、どのタイミングなら行けそうでしょうか。記念さんご夫婦は、普段は週に2から3回、買い物に行っていました。でも、週3回は難しいかもしれません。パートナーは仕事帰りに寄れそうですか？いつも利用しているスーパーにネットスーパーや宅配はありますか？宅配エリアに入っていますか？利用料金やいつまでに注文すればいつ届くのか。申し込み方法も事前に調べておくと安心です。記念さん夫婦には上の子はいませんが、上のお子さんがいる場合はどうでしょうか。お産で入院する時のことは、考えていても退院した後の生活のこと、相談しておきたいですね。子供たちのお世話と家事が重なったら、みんな同時にぐずってしまったら、そんな時、忙しい時間帯だけでも、誰かいてくれたら助かりますよね。だからこそ、どの時間帯に人手があると助かるかを事前に考えておくことが大切です。それが分かっていると、パパやご家族にもお願いしやすくなります。また、急に入院が必要になることもあります。そんな場合に備えて、事前に話し合っておけると安心です。普段あまり育児に関われていないパパや、遠方に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんが、いきなりお世話をしようとすると泣いてしまうこともあります。入院前から
少しずつ慣れてもらえると安心です。退院後、ママは戻ってきますが、赤ちゃんのお世話が中心になります。上の子がママを独り占めできないと感じる場面もあるかもしれません。だからこそ、サポートしてくれる人にあらかじめ慣れておくことが、上の子の安心にもつながります。それでは実際にやってみましょう。まずは、お渡ししている用紙に、現在の生活を書いてみてください。里帰りする方は、戻った後一緒に生活する人と一緒にやってみましょう。まずは、時間が決まっているものから書きます。パートナーの出勤時間。朝食・夕食の時間。お子さんがいる方は、登園・登校の時間。あまり変わらない予定から書いていきます。次に、妊婦さんご自身の生活です。すでに産休に入っている方は今の一日の流れを。まだ働いている方は自分だけがお休みの日の一日を書いてみましょう。買い物のように毎日ではないものはどのくらいの頻度か、どのくらい時間がかかるか、余白に書いてみてください。書けたら家事と授乳が重なりそうなところに丸をつけてみましょう。買い物の回数も一緒に話し合ってみてください。この用紙の下には、誰に何をどう頼むかを書くスペースがあります。具体的な書き方は、用紙と一緒にホームページに載せていますので、参考にしてみてください。生活の見える化をすると、どの時間帯が大変そうか、何が負担になりそうかが少しずつ見えてきます。それがわかると、誰に何をお願いしたいかも具体的になります。実際にお願いするときも、ぐっと伝えやすくなります。サポートしてくれる方にもその方の生活があります。いつならお願いできそうか。どんな風に頼むと良いか。そこまで考えておくと、いざという時にスムーズです。もし、身近に頼れる人がいない場合は、産後サポートサービスや、一時保育、宅配サービスなど、使える支援を調べておくこともできます。中には事前の申し込みが必要なものもあります。早めの準備が安心につながります。上のお子さんがいる場合は、大切にしている生活リズムや守ってほしい約束を書いておくと、代わりにお世話をする人にも伝えやすくなります。甘やかされすぎないかな。生活リズムが乱れないかな。そんな心配の声もよく聞きます。あらかじめ共有しておくことで、お子さんの混乱も少なくなります。また、もし急な入院があった時にも、きっと役に立ちます。なんとなく、産後の生活のイメージは湧きましたか？今までの生活に赤ちゃんが加わると、いろいろなことが重なったり、今まで気にしていなかったことが、大変に感じたりします。これまで何とかできていたことが、思うようにできなくなることもあります。大変そうだなと感じた方もいるかもしれません。でも、そんな時は一人で何とかしようとしなくて大丈夫です。家族で話し合いながら、その都度自分たちが生活しやすい形に少しずつ整えていけばいいのです。ここが困りそう。どうしたらいいのかなと思ったら、助産師外来でいつでも相談してください。産後サポートサービスや一時保育。使える制度やご家族でできる工夫を一緒に考えていきましょう。この生活の見える化が赤ちゃんを迎える準備として、そして一緒に育てていく人と話し合うきっかけになれば嬉しいです。産後は頑張りすぎる時期ではなく支え合う時期です。皆さんが安心して赤ちゃんを迎えられることを願っています。